今日は ECM のメカニカ、これですね、このマシン個人的には隠れた名機だと思ってます。どちらかというと普段はですね、ロケット車とかのやっぱりね、ジオットであったりとか、そういったマシンの方が、お客様にご紹介していくタイミングがあっても、やっぱりデザイン面でロケット車の方がいいなとか、そういった意見も多く言われる、それも非常に重要なんですけども、ちょっとだけ影に埋もれてしまっているマシンがこの ECM のメカニカかなと思ってますが、本当にね、隠れた名機だと個人的には思ってますので、今日は最近POV 視点といってここにカメラをつけて10杯連続でラテを作るっていう動画をやってますけども、今日はこの ECM メカニカでそれを実際にやってみてお伝えしようと思います。このマシンのいいポイントとかも最初にもう一度改めてお伝えしていこうと思いますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。第一電化社の専属バリスタ植松です。さあ今日はこの ECM のメカニカを隠れた名機ということでご紹介していくんですけども、まずですこの ECM のメカニカがおすすめの皆さんで、もちろんこういった小型のタンク式なので、もう家で使うっていうもちろん用途だとまず必要十分すぎます。で、そういった場合はバイブレーションポンプのマシンでも家で使う分、例えばラテアート練習しますとか、そういうのはもうバイブレーションポンプのマシンで十分なんですけども、このマシンはロータリーポンプが入ってます。ロータリーポンプ、これは弊社の YouTube のチャンネルとかでもいろいろ過去にね説明をさせていただいているかと思うんですけども、いわば業務用向けのポンプ、業務用として、使っていただいても安心ですよっていうような、ポンプがちゃんとこれは搭載をされています。なのでこれをその業務用のロータリーポンプが入っているっていうところからのおすすめだと、もちろんお店で使われるお客様、もちろんその業務用ですよね。業務用でじゃあ1日40杯50杯出しますっていうような、それぐらい出せたらいいよねっていう1日の抽出配数を目指していかれる現場において、このマシンは弊社で一番リーズナブル、お求めやすく手に入れていただくことができるマシンです。でもちろんですよ、エスプレッソマシンに100万円出せますっていうのであれば、もちろんもっと上のマシンがありますけども、予算がミニマムな中で業務用として選んでいただくのはもう本当にこれしかないかなと個人的には思ってます。じゃあちょっとここからですね、このマシンを私のこの視点でご紹介をしていこうと思います。ということで、今このちょっと手持ちのカメラに切り替えておりますが、ECM のこのデザインの特徴というのは、やっぱり私はこのホルダーにあると思ってます。この黒とステンレスのこのホルダー、これすごくステンレス製なので、なんというか他のポルターフィルターに比べて重さをすごく感じるんですよね。でも実際はそんな重くないんです。重量を電子スケールとかで測ると。でもこの持った時のなんというか質感というかものの良さというか、それがすごく感じやすいっていうのがこのメカニカのいいところだなっていうふうに思います。以前 YouTube のチャンネルでも紹介したんですけども、このパーツであったりとかっていうのを切り替えカスタムするですねセットが ECM は出てますので、ここをウッド調にしたりっていうのを公式のパーツでやることができる。これもすごくいいポイントだと思います。今実はカスタムパーツにここ付け替えました。このウッド調のカスタムパーツ、これはちなみに ECM 公式なんですよね。公式のパーツです。なので、これ今付け替えると、ちょっとね全体的に黒っぽかった雰囲気がなんか分かんないですけどおしゃれになりましたよね。なので、こういう風な形で今付け替えてみたんですが、やっぱりテンションが上がります。かっこいいです。ここのねレバーも付け替わってますので。でこのメカニカの基本的な機能なんですけども、これもですね非常にシンプルで PID とかもついていないので、そこね PID がついてないっていうデメリットは、私からするとスチームのパワーをより強くしたり、例えば弱くしたりとか、そういったカスタムができるのが PID がついているシングルボイラーの、エスプレッソマシンというようなイメージなんですけども、そういうのはもうついてない本当に潔のいいマシンですので、ここですね、ここを見た時に、水道直結も一応できます。ここにねこの切り替えのこのボタンがあるのが、見えるかと思うんですけども、一応そういう
ったところのこの、オプションっていうのはできるんですけども、もちろんこれはね弊社では全マシンにおいて共通なんですが、こういったタンク式のマシンはもうタンクで使っていただくのが推奨にはなってきます。でもうこのスイッチレバーのここですね、ここを上げれば抽出スタート、下げればストップ。これはもうこういった、エスプレッソマシンではだいたい同じこのスイッチレバーの本当ねこのアナログタイプでカチッとこう押し込むことによってここですね、押し込むことによって抽出が始まり、この、下げることでストップする、本当にこのシンプルなところです。で、よくね比較されるロケット車との一番大きな違い、ロケット車は、こちらに今ありますけども、このダイヤル式のスチーム、こっちのこの ECM に関してはここがこのレバー式で360度どこまででもいけます。好きな方向でね。でこれ正直どっちが好きかって言われると私は別にどっちも好きです。ロケット車のねこういったダイヤル式っていうのは、こうね回すっていうこの手間が嫌だってね言われる方もいらっしゃるんですけども、私からすると慣れるともうスタートストップスタートストップって感じなので、正直このレバータイプとあんまり変わらないっていうところはあるんですけど、ただやっぱりね初心者の方であったりとか、あとこう直感的にもうどこの方向に行ってもこうスチームとかねこうパッと止めたり出せたりっていうところはすごくこう、使いやすいなというふうに思います。でこっちが、ホットウォーターも出ますね。はい、これも同じように360度どこ2個ねやってもこうお湯がすぐ出るというような使い方になってます。でタンク式のこの部分のこの上側ですけども、ここがこうね結構大きめの本当にタンクが入ってて、でこのタンクの給水をかけるとき1回ここ外さないといけないっていうのが、メリットでもありデメリットでもあるかなというふうに思うんですけども、仮にですね、こういうふうにカップがこうね置かれている状況、こういうふうにこの時に、ここをこう持ち上げてよっとこういうふうに避ければこう、ね、別のところにこう避けてしまえればここですぐにお水を給水することも、逆にこれは使いやすいと言いますかね、こういった使い方ができるのは、これがですねロケット車とかの場合は、これはちょっとアパルタメント、ジオットも同じ構造ですけども、こういうふうにロケット車のマシンの場合こう、ね、カップが乗ってるとよっこらせって感じでこう外すことはできないんですよね。だからこの給水のこの後ろ側のこうですね、給水のこの後ろ側のここを、ね、ロケット車とかの場合は開けないといけないので、その場合にカップを少しこう、ね、ずらしてからこうやって開けて給水をかけるっていうことをしないといけないんですけども、なのでメカニカの場合はこういうふうにねこの天板ごと、天板といいますかここが全て外れるので、これはすごく私としては給水をかける時にやりやすいのかなっていうふうに、結構プラスに捉えてます。はい、なのでこういうふうにすぐ戻せます。そしてあとはこのメーターですね。やはりこうロータリーポンプの機種ですのでこういったメーターが2つちゃんとついてきています。こっち側のこのねまず今これ 1.5 ぐらいちょっとこのねカメラがどうしてもピンボケになってしまうかもしれませんが、これ今 1.5 手前ぐらいですので 1.4 とかそれぐらいの数値を指してますが、ボイラー内の圧力、そしてこっち側は抽出中の圧力、8バール9バール50ってあるんですが、だいたいこの、9を指すようになっています。なので、このねメーターもついているので、今のこのマシン内のボイラーの圧力の状況であったりとか、抽出圧力が何かこう異常が出てないかとか、そういうところをこうつぶさに確認することができるというところもいいポイントかなというふうに思います。それでは今ねマシンの大まかなスペックであったりとか、こういう感じですよっていう部分をお伝えしましたので、ここからは10杯連続で作って、あとはね時間がどれぐらいそれにかかるのか、そんなにかかることはない、前回ロケット車のアパルタメント、バイブレーションポンプでもやってますけども、そこまであんまり変わらないとは思うんですけども、10杯連続でやってどれぐらいのクオリティのものができていくかっていうところも合わせてやりながらですね、やっている間私も全力で動き続けるので、少し口数がなくなるかも喋らなくなるかもしれませんが、そういったところも何かこうね感想が出てきたらもうその都度お伝えしていこうと思います。それではやっていきます。じゃあ
ということで、今からやっていくんですけども、牛乳だと、ね、捨てるのもったいないので、今回もこのエコラテアートで、やっていきます。なのでちょっと牛乳 100% ではないですけども、ラテアートね、最初初心者の方とかで練習される場合はこれすごく、本当にねエコな商品ですので、これも興味のある方はまた検討いただければと思います。でエスプレッソの抽出をするにあたって必ずやっぱり電子スケールで測った方がクオリティは安定するんですけども、今回のようなスピード勝負の検証ですので、このシングルショットで20ミリぐらいになるようこのショットグラスを見ながら今回は抽出をやっていきます。そしてこのね今このカスタムでこのホルダーになっているんですけども、スピードをねエスプレッソの抽出をどんどんやっていくためにホルダーはもう1個最初から用意をしています。なのでこの2つのホルダーを併用しながらエスプレッソの抽出をなるべくね早く進めていくという形でやっていきます。それではちょっとカメラを胸につけまして、このストップウォッチをスタートで一気にやっていきます。2杯取りで基本的にはやっていきます。それではスタート。ではまず最初2杯入れます。はい、じゃあちょっとこっちも先にディストリビューションします。はい、ではスチームします。はい、まだもちろん1回目のスチームなのでちゃんと回転もしてますし、パワーも感じます。はい、では取り分けてまずは1杯目から作ります。でちょっとラテアートしているとき光の反射具合でコントラストとかね見づらくなってしまってるかなとは思うんですが、ちょっとそこだけはご了承いただければと思います。今回もリーフとチューリップですねを連続で描いていきます。はい、じゃあ1杯目、2杯目いきます。でショットグラスから移し替えます。フォームはすごく今艶やかにできてます。で私はどちらかというと少し空気を含ませて質感を良くしていく、そういったミルクビバレッジの方が好きなので、少しフォームは多く入れてます。イタリアンカプチーノほど入れてはないですけどね。はい、では次いきます。やっぱりこのエスプレッソマシン、こういったタンク式のマシンを使っていく上で、前回ロケット社のバイブレーションポンプのマシンでもやったりしてますけども、やっぱりポイントとなるのがいかにスチームを連続で使わないようにするか、いかにインターバルを作ってあげられるかみたいな、そういったところは本当に重要かなと思ってます。もうちょっと必要かな。なのでやっぱりこの小型のタンク式のエスプレッソマシンを扱いこなしていく上では、立ち回りっていうとあれですけども、やっぱりそういうところがすごく重要になってきます。なのでやっぱりミルクのスチーマーを連続で使い続ける、例えばもうね抹茶ラテみたいなのをひたすらこのスチーマーで泡立て続けるとか、そういうことになるとやっぱり良さが出てこないみたいな、良さというかねこのパワーが落ちてきて
フォームのクオリティの良さがなくなってくるっていうようなところが正直あるのかなっていうふうには思います。はい、では3杯目です。はい、4杯目です。で、もちろんここまでスチームのパワーを落ちてる感じとかももちろん全く感じません。では次また抽出をしていきます。はい、このね使い方の感覚っていう部分なのかもしれないですけども、全然スチームのパワー落ちません。このペースで作っていくならば本当十分すぎます。でフォームも綺麗に普通にできてますね。はい、でちょっとねラテアートもクオリティというよりかはスピード重視なので、リーフとチューリップを描いてはいってるんですけども、本当に綺麗に描こうと思えばラテアートもしっかり時間をかけて丁寧に描いた方がいいんですが、そこまで今回は丁寧には描いてません。そこだけはご了承いただければと思います。やっぱりスピード勝負でラテアートも描いていくと、やっぱりコントラストとか多少ね悪くなったりはします。最低限はね綺麗に描こうとしてるんですけども、はい、ではここまで6杯ですね。はい、じゃあ次7、8杯目です。でもやっぱり押し込むだけですぐにスチームできるっていうのは、確かに人間工学というか、この人間の体の動きに対してはすごくやっぱねダイヤルより使いやすいかなって、スピード勝負でやり始めるとちょっと感じますね。
はい、では次で8杯目です。さあではラスト2杯いきます。結構ねこのスチームバンドの角度を、このメカニカの場合はつけた方がこの大きなピッチャーで2杯取りする分にはすごくこうスチームのこの攪拌の回転力を維持しやすいかなと、今こうやってて思っています。では9杯目です。はい、9杯目にしてなんか結構綺麗にかけた気がしますね。でラスト10杯目です。はい、ではこれでタイムストップということで11分53秒です。でやっぱりこうねこのフォームのクオリティとかっていう部分で、見ていくとこうね多少はやっぱりこうね若干泡が目立つ。まあ、もちろんフォームを私が結構こう、ね、入れながら作ってるっていうのはあるんですけどもで以前ねアパルタメントのコメントでもあったんですけども U と、ね、U のフォームがすごくいいっていうことは言ってたんですが何が違うんですかっていうところの、質問でもいただいてたのがやっぱりこういったこう細かいこう、ね、ちょっと目視できるような泡っていうのが U はやっぱできづらいですね。それはもうマシンの構造上の機構に、よるものなので。なんか小手先のこういったなんかチップを変えたりであったりとか、そういうのでも改善されるようなものでは、正直ない、そこはもう価格差ですね。なので、どこまでのこうクオリティを求めるのか、今私が書いたぐらいのこれぐらいのラテアートでもう全然十分ですというのであればもうねこのメカニカとかでもう本当にちゃんとお見せできるぐらいのクオリティのものは出していけると思います。ということでいかがでしたでしょうか。このメカニカでももうねなんとなくこの前バイブレーションポンプのアパルタメントで10杯連続やって大丈夫だったので、もうメカニカは大丈夫だろうっていうふうに私も今回はね最初から思ってたんですけども、途中でも少しお話はしましたが運用方法の部分で例えばミルクのスチームを連続でずっと使い続けたりっていうことをやらない方がいいですっていうのはこれはもうタンク式のマシン全般においているんですけども、こうねうまくインターバルをスチームのこう使ったら少し開けて使ったら少し開けてっていうのを繰り返して使っていけば、今のぐらいのこう、スピードで連続10杯作る分には全く問題ないと。そして時間に関しても11分53秒ですので、アパルタメントと同じぐらいですかね。なので、もちろんその2グループの大きなマシンとかそういうものに比べるともちろん時間はかかりますけども、ただ確実にしっかりと出していける。でこれが例えばね家庭用の2、3万円ぐらいの、エスプレッソマシンとかだと多分こんだけ連続10杯でまずラテを作るっていうこともまずできないと思いますので、たまにですねそういったマシンで、業務用で、
使おうと思いますっていう方いらっしゃったりするので、いつも私ちょっとそこはねお止めしたりするんですけども、10杯連続でなかなかラテっていうのが入らない可能性はもちろんあるんですけども、でもラテというメニューがあるだけでやっぱりこう皆さん注文される。普通のブラックコーヒーとかっていうのは、なんなら家でも飲めるしドリップすれば、例えば大手のチェーン店のカフェチェーンとかに行けばブラックコーヒーとか飲めるけど、本当に美味しいラテというのはこういったマシンがあるところじゃないと飲めない。なのでこういったマシン、ちゃんとしたエスプレッソマシンがあるところでラテがあるとやっぱり注文したくなるというお客様はやっぱり一定数いらっしゃるみたいですので、そういったところではもう使っていただくには必要十分かなと思いますので、他にもねいろんなマシンの動画出してますけども、そういうのを見ていただいて、でもう一度お伝えしますが、弊社の中では業務用のエスプレッソマシンとして、おすすめできる中では一番リーズナブルです。一番低コストです。でもちゃんと中に業務用のロータリーポンプが入ってます。ぜひこのねポイントを押さえながら検討してみていただければと思います。ということで、今回の動画も、面白かったよとか役に立ったよと思っていただければ、高評価ボタンと、あとチャンネル登録されてない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。